大阪の藤井寺市に来てます。大阪の中でも奈良県寄りの方になるかなと思います。これがですね、玉手橋という橋で、最近国宝っていう映画で出てきたみたいなんですよね。その歴史もまた変わっててですね、この玉手橋を作ったのは実は行政ではなくて当時の大阪鉄道、今でいう近鉄になるんですけども、そこが作った人道橋ということで非常に珍しいと思います。実はこの橋の向こう側ですね、そこに大阪鉄道が作った遊園地があったんですよ。玉手山遊園地という遊園地なんですけども、でそこにアクセスするのにですね、大阪鉄道の最寄り駅から玉手山遊園地に行こうと思うと、北側にある橋まで大きく迂回しないといけなかったんですよ。それだと不便だということで、わざわざこの遊園地に行くための道を鉄道会社が作ったと。これワイヤーがあってですね、要は吊り橋なんです。で吊り橋の形にしてはですね、橋脚の数が多いんですよね。日本で一番大きな吊り橋って明石海峡大橋になるんですけど、2本大きな支柱があって、そこをワイヤーがいってるっていう形になるんですけど、これたくさんこの橋脚があると、こういう吊り橋って非常に珍しいんですね。橋脚と橋脚の間のことを景観がいくつあるかっていうのでカウントするんですけど、ここでいくと橋脚が1,2,3,4つあって、その間の景観が5つあるんですね。でこの5景観の吊り橋っていうのは日本にここにしかないんです。これは遊園地に行く人が楽しんでもらえるように、ワクワクするように、あえてこういう構造にしたんじゃないかなと思います。ちょっとこうまっすぐじゃない感じがいいですね。波打った感じがこれは多分意図的じゃないかなと思うんですけど、なんかちょっといびつな感じもします。これだけやっぱり橋脚がたくさんあるだけあって揺れないですよね。吊り橋にしては揺れないなと。そこがメリットかなとは思うんですけど、ただ吊り橋としてのメリットっていうと、普通は橋脚を作らなくていいということなんですけど、4つも作っちゃってるので。こういうちょっとこう空間に鉄の飾りを入れたり、なかなかこういう意匠性がいいですよね。この先にあった玉手山遊園地なんですけども、どうやら今もその痕跡が残ってるらしいということは聞いてまして、なので今日は初めてそこに行って当時の痕跡を探してみたいと思います。市立玉手山公園っていうのが書いてありますね。昔ここに玉手山遊園地があったという、観覧車も一応あったり、長い滑り台、道はやはり皆さんここを通って行かれるんですか？ここがこんな家も建ってないしね。ここはいちごが有名で。じゃあいちご畑そうです。だったんですか。じゃあ皆さんこのいちご畑の中を歩いて、かなり当時のままです。もう遊園地の雰囲気ですねこれ。いやこれかなり面影そのままじゃないですかね。明治41年の遊園地。一番古いのが東京の花屋敷。ここはそれに次ぐ2番目に古い遊園地だったんですよ。このアーチがいいですね。これまさに入り口のチケットをもぎるところじゃないですか。
なんかもうこの門とかが完全にこの有料の遊園地の入り口ですもんね。このテントもいい感じですね。閉園してから張り替えてくれたかもしれないんですけど、わざわざこういうところでチケット売ってたんでしょうね、きっと。ここは当時は何か遊べるものがあったんですよね。この広場からも何か想像できますもんね、遊園地があった雰囲気っていうのが。あの建物といい、その階段といい、階段もすごく広く取ってあるので、多くの人が来る場所だったんだろうなと思いますし、さっき滑り台と観覧車っておっしゃってましたから、ここの高低差から見るとここでは滑り台はなさそうな気もするんですけど、観覧車ぐらいはひょっとしたらあったかもしれないですよね。ボールプールだ今。ここも何か当時は別のものがあったかもしれないですね。去年の3月31日をもって営業終了ですか。なんかめちゃくちゃ遊園地ですよ、ここ。これ公園っていうより遊園地ですね。これいいですね。いやでもこれまさにこれ当時のものじゃないですかね。残ってます。これは確実にそうだと思いますね。ペンキだけ塗って名前は変えたと思うんですけど、この辺まさにああいう遊具があった場所じゃないですか。なんかちょっとこう残ってるのはいいんですけど、悲しくなる光景ですね。まさにこの遊園地の残骸という感じはしますね。そこにレールが、あそこでこう乗り物があったんでしょうね。トーマスともアンパンマンとも言えない乗り物がありますけど、その上をこれが走ってたわけですね。でこれは今は多分管理用に使われてるんでしょうね。中にいろいろ草刈りとか園内の整備に使うような道具が置いてありますね。そこ両替所って書いてありますね。この壁の向こうが気になるんですけど、ありますね。これに100円玉がいるから両替所があったんじゃないですかね。自分はその後ろの階段が気になるんですけど、園内に残る貴重な廃道かもしれないですね。今ちょっとそのトラロープで行けないようにされてますけど、ちょっとあそこも後で行ってみたいですね。コミュニティ広場と冒険の広場がありますね。で右に行ったら憩いの森なんで、森があると、おそらくさっき見た廃道の階段と合流するんではないかと。まず一つずつ解決していきましょうか。本当に近鉄こういうとこ好きですよね。ケーブルとか好きじゃないですか。だいぶ高低差ありますね。でこの看板にですね、消した跡がで、面白自転車っていう新しいキーワードが出てきたのでお楽しみ館の横にちょっと広場があったじゃないですか。あそこがひょっとしたら面白自転車があったかもしれないです。休憩所みたいなのが東屋が、これなんだこれ、なんか柵の向こうにコンクリートがあるんですけど、形が滑り台っぽい。
ここで切れてますね。ただ鉄で土台を作ってたとすれば、その鉄の部分だけを撤去したっていう可能性はあるかなと思うんですよ。鉄にしてあればそこだけ撤去したっていう可能性はあるかなと。とすれば、その滑り台の近くには必ずその滑り台に登ってくるための階段があるだろうということを考えると、この近くに階段がもしあるとすれば、より滑り台の可能性が高まりそうですね。階段がこの辺に来てれば可能性が高いかなと思ったんですけど、あの階段はどこへつながってるんだと。なさそうですね。ただ眺めはいいですね。ここちょうど橋が見えます。玉手橋が見ればちょうどあそこですね。でもこう見るとより距離感じますね。最寄り駅からあの橋を渡ってここに来ないと遊園地にたどり着かないという。野外劇場、これはいいですね。残ってるもんですね。いやでもここでスーパー戦隊とかのショーをやってたのかな。また椅子がちっちゃい。昔の遊園地ってこういうサイズ感だったかもしれないですね。人がキツキツで。結構最前列近いですよね。端っこ座れないぐらい足がちょっと。結構収容できますね。ここで道との遭遇イベントとかできるんじゃないですかね。そこも階段があるんですね。これなんでしょうね。このコンクリートのこれなんか遺構がありますよね。これが気になりますね。ちょっと行ってみますか。そこから急になるんですよ。でコンクリートの遺構がここで途絶えて、道と合流してますね。痕跡はここまで。道は続いてますね。下まで行っちゃいそう。ここに滑り台があったのかなと。階段のすぐ横に並行してあったかもしれないですね。さっきのとこも滑り台っぽいし、ここも滑り台っぽくも見えますしね。かなり雰囲気残ってますね。これひょっとしたらどっかから移植してきたかもしれないですね。上の方まで来ましたね。もうそこで一番高いところじゃないですかね。ここ山頂で間違いないかと思います。そこも遊園地とは関係なさそうな。